3000万円。かつて、この金額は、老後安泰を約束するゴールテープでした。しかし、今の日本において、その常識は音を立てて崩れ去っています。もしあなたが、一生懸命働いて3000万貯めたから、もう安心だ。そう思って胸をなで下ろしているとしたら、非常に申し上げにくいのですが、少し残酷な現実を直視していただかなければなりません。今のインフレと円安が進む日本において、現金で持っている3000万円は、もはや安泰の城ではありません。放置すれば、土台から城ありに食い尽くされ、気づいた時には倒壊してしまう。砂上の楼閣になりかねないのです。今日は、50代の私たちが直面している、この新資産階級ピラミッドの残酷な現実と、そこから生き残り、さらに上の階層へ這い上がるための、具体的なロードマップをお話しします。これから資産形成を加速させたい人も、すでにある程度の資産を作った人も、この話を知っているかどうかで、10年後のあなたの通帳の景色が、天と地ほど変わります。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。前提として、結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。本題に入る前に、現在の日本の資産階級がどうなっているか、共通認識を持っておきましょう。野村総合研究所などの調査をもとに定義される、日本の資産階級ピラミッドです。下から順に、資産3000万円未満のマス層、3000万円以上5000万円未満のアッパーマス層、5000万円以上1億円未満の準富裕層、そしてその上に富裕層超富裕層と続きます。日本人の約8割は一番下のマス層です。そして多くの方が最初の大きな目標として目指すのが上位約 20% に入るアッパーマス層、つまり3000万円の壁突破です。ここまで来れば上位2割です。周りを見渡しても、あの人はしっかりしている、お金持ちだ。そう見られるレベルでしょう。ご自身でも達成感を感じるはずです。しかし、冒頭でも言いましたが、ここ数年の激しいインフレと歴史的な円安によって、このピラミッドの意味合いがガラリと変わってしまいました。スーパーに行けば、いつもの食パンや卵が値上がりしている。ガソリンを入れるたびにため息が出る。電気代の請求書を見て目を疑う。そんな経験を毎日していますよね。これがインフレです。お金の価値が下がっているのです。もし、日銀が目標としているインフレ率 2% が、これから20年間続いたとしましょう。そうすると、今あなたが持っている100万円は、20年後には、実質的に、約67万円の価値しかなくなります。今の100万円で買えるものが、20年後には買えなくなるということです。これを必死に貯めた3000万円に当てはめてみてください。今、額面は3000万円ありますが、20年後、そのお金で買えるものやサービスの価値は、今の価値で言うと、約2000万円程度にまで目減りしてしまうのです。インフレという見えない砂時計が、あなたの3000万円の価値を、音もなくさらさらと削り取っているのです。つまり、3000万貯めたからゴールではありません。アッパーマス層に到達したということは、ようやく、インフレという強敵と戦うための、過酷な戦いのスタートラインに立ったに過ぎないのです。ここを理解せずに、もう大丈夫だと安心して、ただ現金を銀行に預けたままにしていると、どうなるでしょうか。あなたはエスカレーターを逆走することになり、気づいた時には、ピラミッドの下の階層、つまりマス層へと、滑り落ちていることになります。これが、50代に突きつけられた、残酷な現実です。では、どうすればこの流れに逆らい、アッパーマス層、そして準富裕層へと、階級を上げていくことができるのか、それぞれの壁の突破法を、階層別に具体的に解説していきます。まず、現在資産が1000万円未満の方、あなたが目指すべきは、マス層からの脱出。
超えるべきは1000万円の壁です。正直に言います。資産形成の全工程の中で、0から100万円、そして500万円という種銭を作るこの段階が、精神的にも肉体的にも、一番苦しく、しんどい時期だからです。なぜなら、まだ資産が小さいため、投資の力、つまり複利の効果を、ほとんど実感できないからです。どんなに利回りが良くても、元本が小さければ、増える額は微々たるものです。労働収入、つまり自分の体で稼いだお金を、ひたすら貯蓄に回すしかありません。まさに、我慢の時期です。私自身の恥ずかしい過去をお話しします。私にとっても、かつて1000万円という壁は、見上げるだけで首が痛くなるような、果てしなく高い、まさに絶壁に見えました。給料はなかなか上がらない。子供の教育費はかかる。ローンもある。どうやって貯めればいいのか途方に暮れていました。焦るあまり、私は一時期、節約強迫観念にとらわれていました。家族が少しでも電気をつけっぱなしにしていると、目くじらを立てて怒ったり、昼食は毎日カップ麺で済ませたり、数十円安い野菜を買うために、少しでも安いスーパーまで行ったりと、今思えば家族には迷惑をかけたし、自分自身も惨めで心に余裕がありませんでした。まさにインフレという波に溺れかけていたのです。しかし、ある時、バケツの底に穴が開いたまま水を注ぐような不毛な努力をしていたことに気づいたのです。細かい節約も大事ですが、それ以上に固定費という大きな穴を塞がなければ、水はたまらないと悟りました。そこで私は、バケツの底を徹底的に修理しました。大手キャリアから格安SIMへの乗り換え、惰性で入っていた不要な保険の解約、使っていないサブスクの整理、とにかく徹底的にこういった固定費の削減を断行しました。そして、ここで浮いた月数万円を、絶対に生活費には回さず、給料が入った瞬間に、先取り貯蓄とか投信積み立て、当時に、自動的に回す仕組みを作ったのです。すると不思議なことに、ある地点を越えたあたりから、あの絶壁のように高く見えた壁が、一段ずつ登れる階段に見えてきたのです。通帳の残高が100万円を超え、300万円、500万円と増えていくにつれて、自分にもできるんだという自信が生まれました。習慣が変われば、お金の流れが変わります。この段階でやるべきは、魔法の投資法を探すことではありません。泥臭い種銭作りです。まずは生活防衛資金を確保し、投資に回せる余剰資金を執念で作ること。これが最初の、そして最大の難関突破法です。次に、資産1000万円から3000万円を目指す方、あるいは、すでに3000万円に到達したアッパーマス層の方、あなたが直面するのは現金比率の罠です。ここが、今回の動画のテーマでもある、とても危険なゾーンです。なぜなら、3000万円という、ある程度まとまった小金を持ってしまったがゆえに、守りに入りたくなるからです。苦労して貯めたお金です。絶対に減らしたくない。その気持ちは痛いほどわかります。だから、せっかくアッパーマス層に足を踏み入れたのに、多くの人がここで陥るのが、資産の大半を銀行預金、つまり現金で持とうとする、現金比率の罠です。しかし、先ほど口を酸っぱくしていった通り、インフレ下での過度な現金保有は、安全ではなく確実な資産減少を意味します。ここで必要なのは、痛みを伴うマインドセットの転換です。額面を減らさないことを目標にするのではなく、インフレ率以上に実質価値を増やすことを目標にしなければなりません。具体的には、インフレ負けしないポートフォリオを組むことです。生活に必要な現金、例えば数年分の生活費は確保しつつ、それ以外の余剰資金は、勇気を持って S&P500 やオールカントリーといった全世界の経済成長に連動する株式に置き換えていく必要があります。イメージしてください。インフレという激流の中で
手漕ぎボート現金で必死に漕いでいても、どんどん下流に流されてしまいます。ここで、株式という強力なエンジンを積んだクルーザーに乗り換える必要があるのです。もちろん、株式には暴落のリスクがあります。資産が一時的に 20%、30% 減ることもあるでしょう。その恐怖と向き合わなければなりません。しかし、歴史を見れば、世界経済はインフレを乗り越え、右肩上がりで成長してきました。一時的な嵐に耐えれば、クルーザーは再び前に進み始めます。新NISAの非課税枠をフル活用し、時間をかけて恐怖心をコントロールしながら、現金を有料な資産へ移していく。この乗り換え作業をサボらない人が、次のステージへ進めます。そして最後、資産3000万円を超え、5000万円、つまり純富裕層を目指す方へ。ここまで来ると、景色がガラリと変わります。お金がお金を生むスピードが体感できるようになるからです。例えば、5000万円を年利 5% で運用できたとしましょう。そうすると、年間で250万円増える計算になります。これは、月にならすと約20万円です。あなたが寝ていても、遊んでいても、お金が勝手に働いて、毎月20万円を稼いできてくれるのです。これは、一般的な会社員の手取り給与に匹敵する金額です。ここまで来れば、経済的な自由が、かなり現実味を帯びてきます。しかし、50代でここを目指す場合、一つだけ注意しなければならないのは、出口戦略を意識することです。20代や30代なら、リスクを取って資産を最大化することに集中しても良いでしょう。しかし、私たちは50代です。資産形成の後半戦であり、そろそろ使うことも考えなければならない時期です。資産を増やすことだけに夢中になって、リスクを取りすぎてはいけません。いつ暴落が来ても、老後の生活が破綻しないように、株式一本やりではなく、債金や、あるいは金、ゴールドなどを組み入れ、守りながら増やすバランス感覚が求められます。イメージとしては、アクセル全開で急な坂を登るのではなく、常にブレーキペダルに足をかけながら、安全運転で目的地を目指す。そんな大人の投資技術が必要です。また、4% ルールのような、資産の効率的な取り崩し方も勉強し始めましょう。いざという時に、資産をどう現金化して使うか、その準備をしておくことで、心の余裕が生まれ、結果として、暴落時にも老婆有利せず、焦らず長く投資を続けられるようになります。いかがでしたでしょうか。1000万、3000万、5000万。それぞれの壁は高く、険しいです。しかし、決して乗り越えられない壁ではありません。最後に、一つだけ。これらすべての階層に共通する、一番大切なことをお伝えします。それは、他人と比較しないことです。SNS を開けば、30代でファイヤーしました、50代で資産1億達成といった、華々しい成功体験や、景気のいい話があふれています。それを見て、自分はまだこれだけか、なんてダメなんだと、落ち込む必要は、1ミリもありません。それぞれの家庭環境、収入、スタート地点は違います。比較すべき対象は、SNS の向こう側にいる顔の見えない天才たちではありません。昨日の自分です。昨日より少しでも、お金の知識が増えた。無駄遣いを我慢できた。積立額を1000円増やせた。その小さな一歩の積み重ねだけが、あなたを確実に高い場所へ連れて行ってくれます。50代からでも、決して遅くはありません。今この瞬間が、これからの人生で一番は回避です。インフレという逆風を嘆くのではなく、投資という方を張って、それを推進力に変えていきましょう。私もその航路を皆さんと一緒に進んでいきます。もし、今日の動画を見て、自分は今ここの壁で苦戦している。こんな方法で壁を突破した。という体験談があれば、ぜひコメント欄で教えてください。あなたのリアルな経験が、
他の誰かの勇気になり、このチャンネルの貴重な財産になります。また、この動画が少しでも役に立ったと思ったら、高評価ボタンを押していただけると、船長のモチベーションが爆上がりします。このチャンネルでは、これからも、50代からの人生を豊かにするための、本質的な情報だけを、忖度なしで発信していきます。私と一緒に、賢く、したたかに、人生の後半戦を楽しんでいきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。